どうも、ベトナム在住の浮津です。友達の CD50 のエンジンね、組み立て終わったんで、今日はね、手動チャレンジやってみたいと思います。それでね、今エンジンひっくり返してますけど、何かっていうとね、一つはこれを付け忘れてたんですよ。だから、まずこれをね、取り付けです。傷防止でテープを巻いて、あとは内側にだけシリコングリス、これではめていくんだ。さすがにこれは手で入らんね。手で入らんから叩き入れですよ。ちょっとなんか傾いた感じするよ。これでいけたかい。 OK やね。それでね、ひっくり返してた理由がもう一個これですね。ちょっとね、コンパクトなエンジン台を作ってみたんですよ。これですね。ボルトの方はね、もう長さを確認してちょうどのものをね用意してました。こうすればね、台が使えるんです。反対ひっくり返しましょうか。それじゃあタペットクリアランスをね見ていきましょう。だいたいトップに来てるのか。閉める、開ける。これひっくり返ってる時はね、逆回す時は案外間違えますよね。それでトップ、これは動くからちゃんと圧縮上してんだよね。前回 0.05 で合わせて案外きつく入った感じだぞ。で 0.06、0.06 も一応入ったというか入りかけ、いい感じだと思います。で排気側、ちょっと位置が見えにくいけど、排気も 0.05 がちょっときつかったけど 0.04、 これがスッと入るから OK ですね。一応念のため一回回せば今カチカチに硬いんでね、これが、排気上してんだ。でもう一回回してね、今クリアランスがあるからこれで OK ですね。じゃあこいつは閉めちゃおう。そして反対側だ。オイル入れてないんでね、オイル入れます。これですね。これでいいんじゃない？さあ、そんじゃあね、キックペダルもつけちゃいましょう。案外
かい？グラグラしてるぞ。とりあえず蹴れるかい？もうちょい締めとこうか。これもあんまりいいペダルじゃないね。傷んでるね。これで蹴れるけど案外硬いぞ。手でやるからかい。さあ、じゃあ次はキャブレター。キャブレターね、これもともとついてたやつで軽く掃除したんですけどね、ここの名称がケンヒルって書いてあるんですよ。でちょっとね軽く掃除してはみたんですけども、ちょっとこいつは使いたくないんでね、私の手持ちのキャブを取り付けします。これはねセンタっていうメーカーのやつでね、まあまあベトナムでよく売られてるんですけど、これどっち向けようかな。こっち向かんのか。エアクリーナーはねこいつですね。たまに私の動画で出てくるくるくる回るやつ、こいつをねつけておきます。ちょっとバンドがないけど別に仮に、指導させるだけならいけるでしょう。さあ、それじゃあこれはエンジンを下に下ろした方がいいんだな。ちょっと準備します。さあ、それじゃあねカバーつけていくんだけど、その前にこいつはねニュートラルで変な音がしたんで、一旦ねギア入れた状態でエンジンかけたいんだな。だから今ニュートラルだよね。これでギアが入ったんだ、一足に。でこの状態でカバーをすれば配線の方も大丈夫じゃないのね。これですよ。いけてるよね。当たらんよね。これでこいつをつけるんだ。さあ、それでは配線をつないでいくんですが、今度ね私が日本に持っていく予定の、CDI とイグニッションキー、それからイグニッションコイルをつないだやつですね。これだけでねエンジンがかかるはずなんです。だから黒に赤をつないで、こいつがパルス線だよね。青に黄色。ちょっと念のためねアースは二重に取ることにしました。こっから取ってこれとこいつをねエンジン側とつなぐんだ。どこがいいかい？この前がいいんだろうな。熱くなる？まあいっか。他の場所だとなんかオイル漏れしそう。これでこう取りゃいいんだ。ちょっとエンジンで熱くなっちゃうかい？映ってないね。まあいいや。これでプラグを外して、プラグは新品じゃないんだよね。こいつをつける。うわ、このゴム硬くなってるじゃん。これでいっか。これでキーオンにしてキックしたら火花が飛ぶはずなんだ。ちょっと
とここら辺に置くかい。ライト切ろう。カメラ近づけるんだな。さあこれで蹴ったらどうなる？お、火花出たじゃん。ってことはガソリンつなりゃエンジンかかるんかい？さあそれじゃあね、マフラーの取り付け、これもともとついてたやつでね、こういう感じのやつがなんだ、炭になっちゃうんですよ。でこれまだ崩れてないけどね、他のやつは崩れちゃっててもう捨てて手元にないんだけども、今回は実験だからね、このマフラーガスケットでいきます。これをして今回はですね、前方排気ですよ。後ろに向けるとね、ちょっと家の中に向いちゃうんで、これで一応試運転はできると思うんだ。ちょっと下に置いてる関係で固定がうまくいかんかい。まあいいや、隙間がちょっとあってもね。でこれ映ってないんですけどね、 CB125T からガソリン引っ張ってきます。でこれ当たるの嫌だな、こっち向けるかい。でスロットル、こいつも手持ちの部品でねやってきますよ。とスプリングを通してこうやんね。で向きが向こう向きか。これでアクセルをね上げれるんだ。こいつは一応ちゃんと下げよう。それでガソリン一応オンにしたけどちょっと待とうかな。これをこっち向けたいね。こうしとこう。あ、それでプラグ取り付けじゃん。アースはねここにつけてます。さあこれでプラグを閉めたらエンジンかけるんじゃないの？こんなちょっとでクッと閉まっちゃうのか。 OK やんね。これもこれ熱でやられるの嫌だな。どこ向けるよ。あんまり長く動かさなきゃいいんだけど、こうするかい。これでガソリン来てるし、これはつないでるし、エンジンかかるんじゃないの？やってみますかい。一応手袋しよう。こいつはね、正常にかかったとしてもカムチェーンテンショナーの音がするはずなんだ。オイル溜まってないからね。だからこれでいいのかな。キャブの調整は向こう側か。ドライバーだけ準備しよう。ちょっとだからこっちに動かすかい。ガソリンホースね。でオンになってるからキックすりゃいいんじゃないの。うわ、これ圧縮比すごっ。どう抑えるよ。チョーク引くかい。キーオンだよね。オンだね。
かからんぞ。あ、かかった。来たね。ってことはちょっと回しゃいいんだけど、私は大切なことを忘れてた。オイル行き渡らすためにカラーキックしないとダメじゃん。これ圧縮費すげえな、なんか。よいしょ。手じゃいかんもんね。しんど。もういっか。オンにしてエンジンかけます。かかったね。思ったほど異音もなくかかっちゃったで、何すんだっけ。圧縮圧力を測るけど、その前にギアを一回ニュートラルに入れよう。踏んだから戻せば今ニュートラルじゃないの。カバーがあるからようわからん。ちょっと回しにくいけど今がニュートラルなはずだ。これで変な音が出なきゃもう完全に成功なんだが、キーオン。配線どこも噛んでないよね。 OK やんね。じゃあエンジンかけます。OK なんじゃないこれで。本当は暖気運転して圧縮圧力測りたいんだけど、ちょっと一旦ね今の状態で測ってみます。いやこれね全然暖気はできてないんだけども、ちょっと今の段階でね圧縮圧力測ってみます。締めれてるかどうかが謎やが、よいしょ。これでカメラに映るの。いやこれアクセル全開で5回キックってなかなか至難の技なんだが、こう持ってこう押さえるか。これでいいや。1、2、3、4、5。どんどん下がってくけど今 9.5、9ぐらいまでいったよね。よいしょよいしょ。いやーしんどい。今ねこれ圧縮圧力計つけて暖気しないで蹴ってね9ぐらいまで上がったんですよ。でこれ最近壊れかけてんのかね、まあ前からおかしいんだけどもスーッと下がってっちゃったんだけども、なんせ暖気してないで9キロあればねもう十分だと思うんですよ。それとさっきキックがね重いなって思ったんだけども、それはエンジンが固定できてないせいもあるんでしょうね。まあまあなんかね
いろんなことがあってこのエンジンは3ヶ月やってたのかな。とりあえず問題なくエンジンかかるようになったんでね、ちょっとこれで走行できるかどうかは分かんないし、車体に積んでからというか積む動画とかはねちょっと僕の方で、できるかどうかも分かんないんですけども、これでねこのエンジンは、完成成功ということでね終わりにします。ちなみにこの配線の方はね前に私別動画撮ってるんですよ。それを概要欄の方に貼っときますんで、こういう簡単な配線でねエンジン始動の確認をできるんで、とりあえずねこれで完成です。なんで今日でおしまいです。それではまた。